5階建ての建物で3階です。3階がですね、ドールハウスなんですね。で、ドールハウスなんですけども、これ普通のドールハウスじゃないんですよ。僕らが知ってるドールハウスっていうのは、実は省略版なんですよ。例えば、本当のドールハウスっていうのは、ものすごくでかいんですよ。もうこれがおもちゃかっていうぐらいのですね、ちょっと小柄な人が使えるぐらいのものなんですよね。なので、これ3つ並んでます。で、左から順番にですね、ベッドルーム。で、これ何かっていうと、奥様の部屋なんです。さらに向こうにあるのが温室です。つまり、この3つで奥さんの居住空間っていうのを作ってるんですけども、この端から端までがですね、だいたい本当に3メートルぐらいあるんですね。2メートルから3メートルぐらいある。めちゃくちゃでかいですね。なんか人形劇のセットぐらいのもんなんですよ。で、そんなにでかいんですけども、まず端のベッドルームから行きましょう。ベッドルームですね、拡大したらこういう風になってます。で、ベッドもですね、一つ一つにマットレスが入っていて、で、ここに化粧台とかがあるんですね。で、注目してほしいとかここです。これリネン入ってる、棚です。リネン棚です。どういうことかっていうと、これをですね、遊ぶっていうのはどういうことかっていうと、実はですね、ベッドメイクをするんですね。普通のですね、ドールハウスでは、どんなに大きいドールハウスでも、確かにベッドがあって、シーツがかけてあって、マットレスがあって、で、毛布があると。ここまではやってると思うんですけども、この専用のキャビネットがあって、これを開けると、こんな感じになってるんですけども、専用のキャビネットを開けると、その中にですね、畳んだリネンが縛って置いてあるんですね。じゃあ、遊び方は何かっていうと、毎日毎日ベッドのリネンを剥がして、自分で洗濯して、自分でアイロンかけて、畳んで紐をかけてここにしまうまでが遊びなんですよ。それは完全に労働なんですけども、ここまでやるのがドールハウスなんですね。これが正しいドールハウスの遊び方であって、並べるだけっていうことはありえないんですよね。でも本当のドールハウスっていうのはここまでやってるんですよね。で、次の部屋。ですね、これ。真ん中の部屋はですね、奥様のプライベートルームです。で、プライベートルームっていうのを見れば、ようやっとですね、ヨーロッパのですね、中流の女ですね、の生活がわかります。決してこれね、さっきもですね、寝室の広さからわかるように、上流階級、貴族の家じゃないんですよ。いわゆるジェントリー階級と言われるですね、会社の重役ぐらいの階級の人の家なんですけども、これ、奥様のプライベートルームです。で、ここで注目していただきたいのがですね、この端にあるですね、このちょっとした部分なんですけども、これ何かっていうと、拡大した写真撮ってきました。これ拡大してるんですけども、ここに奥様が、座っていて、で、ここにすごい小さいテーブルがある。で、ここが仕切られてるんですね。で、これ何かっていうと、これがお茶を飲む場所なんですよ。で、奥様がお茶を飲むというのは、窓辺にあるたった一人しか座れない小さい、仕切りの中なんですね。で、こういうところでお茶を飲むっていうことが、お茶を飲むということなんですよ。当時のジェントリー階級ですね、中流の上の人の暮らしっていうのは、家の中に小さい囲いがあって、それはその人専用の、個人専用のスペースなんですね。今の僕ら日本の家みたいに誰でも座れる場所じゃなくて、ここは奥様しか座れないブースであって、これがそのドアでわざわざ仕切られていない今の中にあるというか、この部屋全体が奥様専用なんですよ。で、ここにある、じゃあ、何人も座れるテーブルってのは何か。これ僕らはリビングだと思うんですけど、違うんです。これは奥様が奥様の友達だけを呼ぶ部屋なんですね。奥様が自分の友達を呼ぶだけの部屋がこれで、その奥に奥様しか座れないブースがあるっていうのが、このヨーロッパの会議です。これを再現してくれてるんですよね。で、だからそのドールハウスっていうのは、遡って見ていくと当時の人の生活がわかるんですけども、台所です。これもですね、幅 1.2 メートルぐらいある部屋なんですけども、ここにですね、中央部にストーブがあって、食器が並んでます。で、
ここにですね、炉があります。ここは何かっていうと、小さく砕いた石炭を入れて本当に火がつくんですよね。で、このストーブは本当に使えるし、この上の鍋とかも全部使えるんですよ。だから、このドールハウスのままごとっていうのは、本当に火をつけて、本当に料理をしてですね、で、本当の瀬戸物のカップとかですね、皿とかに料理を並べて、さっきのですね、奥様のプライベートルームではない、本当にでかいメインダイニングに料理を運ぶとこまで含めて、ドールハウスなんですよ。おかしいでしょ。頭おかしいでしょ。そうなんですよ。今回の話のメインは、ヨーロッパのおもちゃってすごいんだ。本当のドールハウスってすごいんだっていうことじゃないんですよ。これおかしいから、多分それは僕らのものの見方が実は違うんじゃないかという話に流れていきます。で、この部屋の隣にはですね、使用人の部屋というのがちゃんとあってですね、使用人はこの部屋でですね、寝起きしてですね、洗濯してミシン掛けをするという部屋があってですね、この使用人の部屋まで子供が遊ぶ場所なんですね。だから、なんだろうな。貴族っていうのは何かっていうと、いわゆる、これほんとさっきも繰り返しますけど、貴族じゃないんですよ。ジェントリー階級という、いわゆる中流の上の暮らしですか。いわゆる会社の重役さんぐらいの家には、だったらあったドールハウスなんですけど、そこの家の子供たちは何かっていうと、その家の使用人がやることを遊ぶわけですね。その家では、普通に生まれたらその家の子供は一生ベッドシーツの交換なんかしないし、自分でご飯も作らないし、学校行って、もしくは家庭教師に物を習って、で、お茶をして、で、噂話をして、レース編みとかをして、本を読んでっていうふうな一生を暮らすわけですね。でも遊ぶときはですね、なぜか徹底的にその家で働いている労働者階級がやっていることを、これでもかこれでもかというふうに真似ると。それもわざわざ手間をかけてどんどん学んでるんですね。で、それは何なのか。なんかね、僕ね、これに対する回答ですね。なんでこんなものがあったのかっていうのは、これまでの解釈はですね、子供のままごと遊びっていうのを、例えば、どんどん優雅にしていった、高度にしていった。昔の子供っていうのは、昔の金持ちってのはすごかったっていうのは、これまでの玩具の解釈です。でも僕は玩具博物館でですね、玩具の起源っていうか、どのぐらい昔からあったのかっていうのを見たら、メソポタミア文明とかですね、エジプト文明とかですね、古代マヤ文明からもおもちゃがいっぱい出てきてるんですね。もちろん当時は何でできたかっていうと、金属でもない、ブリキでもない、その前の鉄でもない、その前の木ですらないと。泥なんですよ。泥を固めて鳥みたいな形にして、それに棒をつけただけとか、紐をつけただけで引っ張るというようなおもちゃが出てきてるんですけども、それは何のためなのか。もちろんそれは子供が遊ぶものっていうふうに僕らは考えちゃうんですね。で、ところが今のおもちゃ、現代のおもちゃっていうのは、その生産数の半分以上が大人に対するものなんですよ。でそれを僕らは現代の文明だというふうについつい考えてる。現代文明っていうのは歪んでるから大人になってもみんな子供から抜け出せずにおもちゃで遊んでるっていうふうに見てる人が大部分だし、遊んでる僕らもなんとなくそういうふうに感じてるんですけども、僕の考えは違います。ここまでのおもちゃを子供が遊べるはずがないんですね。これは大人が遊ぶものなんですよ。おもちゃを遊ぶのか、大人が遊ぶというのは古代からずっと続いてきたことなんですね。どう考えてもその将棋にしてもあらゆるゲーム類にしても、あれは大人が遊ぶものであって、おもちゃは子供が遊ぶものというのは、おそらく明治時代以降のビルディングスロマン、成長主義、教育主義というものが成立してからの無理やり枠に当てはめている考え方であって、現代のような豊かな社会では大人がおもちゃを遊ぶのと同じように、古代でも中世でも近世でも、おそらく豊かな時代には大人はおもちゃで遊んでたんですね。でもそれを遊ぶというふうには考えてなかった。このドールハウスもおそらく遊ぶというふうに考えてなかった。何かっていうと、世界の把握として使ってたんです。この複雑な世界っていうの、僕ら現代社会っていうのは複雑だと考えてるんですけども、違うんですよ。古代でも、中世でも社会は複雑なんですよ。これサピエンス全史のところでまとめて話します。サピエンス全史で僕やっぱり一番びっくりしたのは何かっていうと、人類というかホモサピエンスが発生した瞬間から狩猟文明っていうのが
超複雑になり、で、農業文明も超複雑になって、あらゆる社会っていうのは、一人の人間には理解不可能になっちゃったんですよ。昔が世界が単純で、現在が複雑じゃなくて、中世でも、ルネッサンスの時代でも世界は複雑すぎて、世界を把握するのに宗教かおもちゃかのどっちかが必要なんですね。宗教かおもちゃかどちらかの形で、この世界を模式化して、要するにこういうことだというふうに掴み直しをしないと、世界というのは全く把握できない。このおもちゃ